めちゃめちゃ安心です。安心の僕この前はやぶさ乗ったんですけど、はやぶさね、こんなんでしたよ。マサチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。マサチャンネルのマサです。やっとこの日がやってまいりました。レンタルバイク出たもの勝負の時間です。ということでですね、マサチャンネルが今一番乗りたいバイクを紹介します。川崎 ZX4R です。ありがとうございます。こちらですね、実は私一番苦手なバイクの種類でございますじゃあなぜ乗ったかということなんですけども、 400cc というですねカテゴリーを私は避けてまして、なぜ避けてたかっていうと、やっぱり限定解除年代だからですかね。 400cc より上は限定解除で試験場で一発試験を受けないと乗れないという時代に育ったので、 400cc というのを避けてました。400乗んならもっとでかいの乗ってやれ、600でもいいじゃねえかというふうに思ってて避けていたんですけども、食わず嫌いはいけないということで、今年 CB400 スーパー4を乗りました。そして X400 を乗りました。素晴らしかったです。そしてですね、こちらもう何回もですね動画内で400のもう需要ないんじゃないかと、400乗るなら25でしょ、車検ないので、車検がある400乗るんだったらもっとでかいの650とか乗るでしょみたいなことを言ってました。確かに400の市場っていうのはなかなか難しいとは思います。ただですね、川崎さんという素晴らしいメーカーがこの縮小する400というカテゴリーを逆手に取り、 400cc の4気筒フルパワーマシンを出してきました。これは乗んないとまずいでしょっていうことでですね、今回レンタルさせていただきました。いつもの通りあまり頭にいろんなものが入ると構えてしまうので、大きなスペックは入れてませんが、軽く言うとシート高800、そしてこの注目のエンジン 400cc4 気筒77馬力、ラムエア時80馬力です。恐ろしいです。でこの80馬力っていうのはなんかもう80年代のワークスマシンクラスらしいです。しかもですよ、その80馬力っていうのを市販で、しかも排ガス規制を通して出してきた川崎さんってどういう開発力してるんですか。すごいですよね。そしてですね、早速足つき取り回しポジションチェックをやっていくんですけども、これを忘れてはいけません。さあやってまいりました。全国2万人のマサチャンネルファンの皆様、お待たせいたしました。マサチャンネル本日のスペックを紹介します。ちょっと今日風が強いんで、もしかしたらザーザー入ってるかもしれないですけど我慢してください。身長164センチ、体重58キロ、ベスト体重でございます。そして足つきに大きく影響すると言われております。こちらシュイーン、また下はいて、また下は 76.5 センチとなっております。 76.5 センチなんで、同じ身長の方に比べるとちょっとだけ長いみたいですが、ほぼほぼ164センチの体型と、ちょっと手足が長いかなというふうに思ってもらえばいいかなというふうに思います。それではですね、時間もないので早速またがってみます。シート高は800ミリです。そして同じフレームの ZX25R は785ミリだそうです。15ミリ低いんですね。で最低地上高がこっちの方が少し上がっていたりとか、それからタイヤがですね150が160になってたりとかですね、そういったところで少し高くなってるんじゃないかなと思うんですけど、このシート川崎さん
ほんと川崎さんってすごいと思います。本当に座り心地がいい、めちゃめちゃ柔らかいシートです。これはね Z650 で思いました。なんて優しいシートがついてるんだろうと。今回のこの ZX4R もですね、優しい柔らかいシートがついてます。しかもですね、かなり削れてます。なので足つきはいいんじゃないかなと勝手に予想はしておりますが、またがります。これ高いのね、高いからね、結構ね持ち上げないといけませんね。シュン。さあまたがりました。この時点でサイドスタンドで傾いているので、左足はべったりついております。では起こします。起こした時の重さはどうか。まず反動をつけずに、手もつけずに起こしています。あ、ちょっと待って反動をつけないで、何もつけないでいくと意外と重いぞ。まあ起きるっちゃ起きるけどね、起きるっちゃ起きるけど、普通に起こそうか。シュッ。でもね、意外なんだけど、意外と重さ感じるよ。あ、そう、重量が190キロです。190キロ。ZX25R が183キロぐらい ?5、6キロ ?6 キロぐらい違うんですか？うん、意外と重みを感じます。起こすときは。そして、起こしたからには、スタンドを払うので踏み替えます。シャン。さあ、この足つき見ていかがでしょうか。ドンと出ました。かかとです。スタンドを払っています。申し訳程度にシュイってついておりますけども、ヒゲがそれをですねカコンと払います。全く問題ないです。そしてこの足つきです。これはですね久々に来ましたね。かかとベタベタべったんこん、めちゃめちゃ安心です。安心のかかとからベタベタべったんこん来ました。安心の塊です。安心かまたりではですね、両足ついています。両足になるとさあどうでしょう。走行時にかかとからっていうわけではないですけど、かかとまでついちゃいますね。ついちゃいます、両足でも。ただ両足でつく時ってこうパタパタ前に進むみたいな時じゃないですか。そうすると一番力の入る母子球、土踏まずに一番近いところが設置しております、両足でも。なので割とこうパタパタとこう動かすことも可能な足つきですね。これはねめちゃくちゃ安心です。安心かまたり。さあそれではですね、注目のライディングポジションを見てみたいと思います。今サイドスタンドで傾いております。ケツのね座りのいいところといってもね、そんなにこう幅がないです。一番後ろがここ、一番後ろがこう前。やっぱりこんだけ前傾のバイクだと自然とね前の方にちょうどねタンクのこの辺に、この辺がね大事なところがちょっとこう軽く当たるかなというところに座ることを要求されますね。背筋が地面と垂直、この状態、まっすぐ手を伸ばします。スーッと下ろします。指先の一番先っぽがグリップに触れております。ここからですね掴むとなるとここまで下がりますね。ここまでどうですか。背骨の角度でいうと20度30度ぐらいかなと思うんですよね。意外なんですけど思ったほど前傾きつくないなと。ちょっと起こしてみましょうか。こんな感じのポジションになると思います。
SS なんでバリバリのもっとすげえ低いかなというのをイメージしてたんですけど、意外とそうでもない。僕この前はやぶさ乗ったんですけど、はやぶさね、こんなんでしたよ。相当ハードル高かったけど、これは直立、伸ばす、指先が少し触れる、スッとつかめる、優しく肘を曲げる、もしかしたら意外と長距離もいけるようなポジションかもしれないですね。ではですね、そんなに重いバイクではないですけど、取り回しやってみたいと思います。190キロです。若干ちょっとこっちに傾いてるのでバックが重たくなるかもしれないですけど、まず押してみましょう。これ意外なんだけどね、さっきも言ったけどね、結構起こすの重いんだわ。そしてね、なるべく密着させときたいんですけど、やっぱかなり低いです、車体が。なのでシートにちょっとかがんだ状態でお尻が当たる感じ、これでいってみます。はい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 。バック。この時もお尻をシートにつけてます。これね、起こすのは重かったけど、取り回しは全然重くない。うん。これ慣れてる人だったら、バイクにこう正対して、バイクを直立させて、ここ掴んでこうバックみたいな、こういう感じでもね、いいと思います。では、ハンドルを左に切って回ってみたいと思います。そしてね、これがね、ハンドルが切れない感じするじゃないですか。こういう SS って。意外と僕切れると思うんですよね、ハンドルが。ほら、意外と小回り効かない？意外でしょ？よいしょ。意外と小回りが効くんですよ。これはね、川崎さんすげえよく作ってると思うよ。ほら、こんな小回り効くのよ。どう？すごくない？もちろんバックも、このままお尻をつけた状態で下がっていけば、そんなに怖くないかな。さっきみたいにちょっとバイクに正対するのってちょっと怖いんだな。僕はですけど、皆さんもそうじゃないですかね。慣れてる人だったらこうね、もういいかもしれない。やっぱ190キロのバイクそんな軽いわけじゃないから、ちょっと怖いなっていう感じはしますね。そんなにですね、取り回し、もう重くてどうしようもないとか、ハンドルが全然切れないからもう何回も切り返さないと駐輪場はまんないとか、そういうことはね、意外とないんじゃないかな。よく作られてるかなと思います。川崎さんすごいね。めちゃめちゃ考えてると思います。はい。というわけで、川崎 ZX4R 足つき取り回しポジションチェック、いかがだったでしょうか？私がですね、164センチという小柄な感じなので、女性の方でもね、非常に参考になるんじゃないかなと思います。ただね、デリカシーのない男がね、結構ね、いや、それマサチャンネルさん乗れますよとかって簡単に言うんですよ。けどね、身長って5センチ違ったら、バイクの感じ方って別物です。なので、私より5センチ身長が低い、160ぐらいの方、どうかなって考えると、かかとは絶対つかないです。それが母子球ぐらいになるのかな、片足がね。ただ全然問題なく、160あれば乗れると思います。155の方、僕より10センチ低い方は、やっぱりシートゴ800っていうのはかなりハードルが高いかなと思います。止まるときにお尻をずらして止まったりとか、そういったことが必要になるかなと思います。ただね、はやぶさみたいにハンドルがもう技術的にめちゃめちゃ遠いとか、そういうことじゃないので、割と低身長な方でもいけそうなイメージがあるバイクであることは間違いないです。女性の方、150センチ台の方、一回またがってください。またがって、いけそうだなと思ったらぜひ一回乗ってみてください。いい相棒になる可能性が高いんではないかなと
いうふうに思います。そしてですね、ZX4R に関しては、こちらの足つき取り回しポジションチェック、それから高速道路、ワインディング、ファーストタッチ総評燃費報告と4本構成となっております。概要欄に全てリンクしてありますので、ぜひ全部ご覧になっていただけますと、ZX4R については全部わかるんじゃないかなと思います。そしてですね、こっからが大事です。マサチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしております。この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられて、マサチャンネルを助けると思ってチャンネル登録をお願いします。レンタルバイク借りると2万以上します。非常にいっぱい借りております。もうそれだけでいっぱいいっぱいでございます。自分のバイクまで手が回りません。そしてですね、わずかながらの Google からのですね、広告収入がレンタルバイクの費用になっており、非常に助かっております。リクエストいっぱいいただいてます。刀乗ってくれ、ハーレー乗ってくれ。乗りたい。私も乗りたいんですが、皆様の協力があると、皆様がリクエストをいただいたバイクがですね、乗ることができます。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは、マサチャンネル、これにてバイナリ。